結局はどういうパフォーマンスがいいの？まずパフォーマンスって何なのって話ですね。まあそう三大要素って何なのって。まずはダンスができて、歌がうまくて、世論の良さやかいなんて言う容量の良さ容量の良さ容量の良さ三大要素。そうなんだ。ラップとか入ってないラップとか入ってないけどまあじゃあもうちょい入れて三大じゃなくて三大じゃない何がいいですか？日本一どう言われたい？好き素晴らしいみたいな。日本一真似されるあなるほどね。日本一真似されるグループ。この J1 の曲をその聴いてる自分がかっこいいっていうか、聴いてる自分がちょっとおしゃれじゃねおしゃれじゃねみたいな、そういう感じのアーティストになりたくない。聴いてる自分がちょっとかっこいいみたいな。わかる？そうそういう感じの日本一になりたい。まあわかる。僕からみたいなんですけど、日本ってなんかこうダンスのなんか文化じゃないですけど、あんまないじゃないですか。テレビでダンサーが踊っててパフォーマンスして、それ見てすごいっていうそのないじゃないですか。歌唱はあるじゃないですか。音楽番組とかですげえっていうのが、歌唱力に自信ある人とかがその曲を歌い出して TikTok とか SNS とかでそれで広まって有名になるケースとかって多いじゃないですか。ストリートで曲作ったりとかしてる人って、だからそこも一応必要なんじゃないかな。俺が思うのはなんかそのめちゃくちゃ揃ってるダンス、なんてシンクロ率的な、シンクロ率が高いパフォーマンスを極めてなんか日本一にした方がいいのかなっていうのはなんか確かに J1 が目指すのはやっぱそこみたいな。シンクロ率とライブ力って違うじゃないですか。それで今考える僕たちのシンクロ率がどんな感じなのかなと思ってて、僕は1曲の間のこのところは見せ場だから全員で揃うよと思う感じなんですよ。他は自分のライブ力だったりパフォーマンス力で見せた方がライブ盛り上がるから、TGC の時学ラン来て踊ったじゃないですか、めっちゃ前に。あの時の僕らの J1状態いいなと思ってて、状態いいなと思ってて、僕たちの見せ方だったり強みというか、なんか僕たちの色をしっかり出せたからそうなったと思うんですよ。だから真似されるっていうのが今のブームなんですけど、真似できないっていうのもありだなって思って色をしっかり突き詰めてたら。なるほどね。俺はなんか背口のそのなんかの高さとかステップの歩幅みたいなそこら辺のまあわかります。なんかその細かいところも合わせられたらすごいシンクロ率が高くなるんじゃないかなっていう。安定感。ライブ力って結構基礎が安定してないと出せなかったりするじゃないですか。だからもう安定してて、小生が言ったようにライブで自分の個性をバッて出してるっていう。今の流行りというか分かりやすくてキャッチーで、それこそ真似したくなる、真似しやすいダンスとか歌とかやと思うんやけど、なんか俺らは、まあ、韓国のもう一流の作曲家さんが作った曲で超有名な振付師さんが振り付けてくれて、まあ、むずいことを多分やってると思うから、逆にそれを突き詰めるというか、親しみやすいというよりかは、こうすげえこいつらって思われる驚きの方、真似したいけど真似できないなみたいな。でむずいから逆にもやってみたいって言って真似してくれる人もたくさん出てきてくれたら嬉しいし、そっちに持っていくのもありなんじゃないかなっていう話を前にしてて、まあ、結構そのシンクロ率とか、まあ、分かりやすいじゃないですか、やってみると。だからまず僕らがやるのは、そのさっき翔也も言ってたんですけど、土台がしっかりしてれば、翔生が言ったようにライブで遊んでもなんかパフォーマンス自体が悪くなったりすることないから、
まあ、そんなすぐできるもんじゃないから今みたいにこう毎日毎日コツコツみんなでやってってそのグループ内でも、まあ、ちょっと競争じゃないですけど、刺激をもらい合ってやっていったら次の作品がクオリティ高いものになってって、見てくれてる人の期待値を超えるなんかものができるんじゃないかな。で1年後それを見返した時にこの時ちょっと下手だなそれをなんかジャムと僕らでなんか分かち合えたら成長してるなみたいな、そのためにずっとなんか練習するみたいな最後恥ずかしい結局練習ね。素晴らしい。だからアンチを増やしましょう。深い。これなんかすごい深そうな。まとめたら俺そうなった。どういうことですか。アンチって、まあアンチっていうかその批判する方って結構まあ妬みひがみなんですよね。だから僕らに嫉妬してるイコール僕らみたいになりたかった。でもできなかった。挑戦しなかった。って人がまあ僕らに言ってくるわけです。そういう人を増やしましょう。じゃあな。的を得てるものは全部でだけ。マジはだからあれじゃない。シンクロ率とかね。一番大事なのは。トリートメントとかって、まあ、なんとなく体に入った状態でレン君に教わるわけじゃないですか、その1回目の教わりでその動きをトリートメントというか、普通はね今は1回教えてもらってもう1回トリートメントがあるからとりあえずここは体になじませようっていう感じで、だからある程度動画見て体にもうなじませといて、1回目教わるときにそれをトリートメントとして考えてやるとここの2回目のトリートメントがなくなるから時間も短縮できるし、それの方が今はいいのかなって今回のそのシングルで思った。すごい、練習場使えるしね、それで PV まで今ほんまに3日しかないけど、ほんまに最高のパフォーマンス見せたいってなったら100回踊りたいわけじゃないですか。でも踊れない時間がないわけじゃないですか。そういうふうに、まあ、さきまめが言ってくれたようにしたらめっちゃ時間短縮になると思います。認識で多分変わったんです。認識2回目があるからっていうので、まあ、2回目あるからいいかっていうのじゃなくて、その1回目のトリートメントって考えてやれば、もしずれてでも、まあ、ここ違うよねって言ったらすぐ直せる感じになるのかなっていうのがすごいあるから。日本でやるときはです、その振り付けるその日本人がそのつけてくれて、その直接教えてくれれば確実にスキルが上がると思うんですよ、一人一人。だし、まあ早いし。やっぱヨンジュンさんのチームって K-POP の振り付けのもう半分以上を占めてるぐらいあの人が作ってるのね。でそれを日本でやってるのって俺らだけじゃん。それって結構な付加価値だと思う。強みっすね。だからそれを手放すというか、それをなくすのは俺はあんまいいことじゃないかなと思っちゃう。韓国行くのが一番いいんですけど、でもなんかでも前言ったけど、人を介入すれば介入するほど振りが、だからもうトリートメントをその人にしてもらうってことですよね。そもそも JO1 が日本で活動するとき、エストニアドイツの J-POP の方々もいる。で、日本に進出している J-POP の方々もいる。じゃあ僕らは何をすればいいのかということになったとき、私としてはその韓国のいいところと日本のいいところを僕らで新しいジャンルを作っていけばいいんじゃないかなと思っている。でその辺で、基本ベースっていうのは K-POP になってるっていうことはあるかもしれないけど、日本のいい要素はこれからどんどん入れていいんじゃないかなというふうに思ってて、固く僕らは K-POP だけですっていうことを言わずに、いろんないいところだけどんどん入れて試していくっていうこともいいんじゃないかな。でいずれか3年後5年後はこういうジャンルを JO1 が、先頭を切ってこういう新しいジャンルを作っているということになっていけばいいかなと、はい、というふうに私は思っています。
他のグループと比較され始めるのが一番いいですよ、僕たちの最初みたいに、某グループと比較してみたいな、他の人がそう比較してきたら言うじゃないですか。そうですね。最近はされないよね。されないんだよね。それダメだね。だからされるのがいいよね。された方がいい。安定に入っちゃってる多分な。もうそのジャムの皆さんのその中だけというか、この安心感に浸っちゃった。もっと PV とかってそれ絶対一生残るし、そのコメントとかってやっぱ嬉しいやん。やっぱ出た時そういうことをなんか喜びにすると絶対あるやん。 PV とか PV の次結婚とか、それをお前短期的目標で置いて、で長期はシンクロ率で、その一つの短期を本気で頑張ったら絶対長期に近づいてくると思いますね。そうですね。そうなんかこの前話してた時にさ、なんか小生がさ、なんか自分でなんかカメラでなんか MV 撮りたいみたいな撮りたいし、あれもなんか面白そうだけどね。J1 の曲でなんかあったらなんか自分らで撮り合ったり、なんか手作り感がある方が可愛いかな。海行ったりね。わあ、海？海行っちゃおうよ。行く？プールとか。プールね。いいね。めっちゃいいやん。じゃあステージじゃない。夜で山登り行きます。なんで海にしたの？全部満喫しようとしてる MV で。水着で山登り。蚊に刺される山頂で凍えずに。だからどうせならなんかねちょっと普通にはやりたくないよね。プール飛び込む普シーンみたいな。通じゃないというと。なんかその俺たちってさ、やっぱりその新しい MV が出た時にやっぱ公約やってるじゃん。でそれこそなんか今の感じだとちょっとこう同じ感じになっちゃってるから、ちょっとそこをこう公約で変えて PV そう要はあれでしょ、ファンの人と一緒に達成してそうそれが出る。そういいですリアルのってことですか？リアルの MV でじゃあそうね、1日で100万回。100万回再生。行ったことありますか？無限大が確か行ったことある。そう。 110。 100ちょい。結構今回リアルで。それで今回だからその1日で行かなかった場合はもう取らないから。マジ？撮らない。取らない。もう一切取ったとしても出せない。出せない。達成しなかったらもう出ない。出ない。何なんか甘いこと言ってる。出ない。ガチでない。ガチでね。もう1年ちょっとやったでしょ。わかる。言わなくても分かるよ。わかるでしょ。わかるでしょ。新人じゃないんだから。ごめんなさい、ごめんなさい。出ない。これらをもっと知っていこうね。優しい先輩。はい、ということで、今度のリアルの MV1 日で100万回再生達成したら、ステイの MV させるということで、はい。初のサマーサマーバケーション。ナイス。いっちゃいます？好きな筋肉は大胸筋です。全部ハテナついて。今の小生が多いですよね。何よ。じゃあ皆さんもご協力。お願いします。負けないぐらい僕らも。そうだよ。